いやー、ここのところちょいちょい新作が発表されてるじゃないですか。しかもね、ふーんで終わるやつじゃなくて、結構おって気になるモデルが多いんですよ。だから正直ですね、編集が全然追いつけてないぞわまあこういうのは嬉しい悲鳴というやつでいいんですけど、そんな感じなんで、とりあえず最近の新作の話、軽めに刺さったモデルに触れていこうかと。それがこちら、ジャガールクルトのマスターウルトラスリムムーンの新色コッパーカラーダイヤルのモデルが登場しましたね。いやー、なかなか良くないですか。これパッと見た瞬間の渋さがすごい。なんでこんなによく見えるのかなって考えたんですけど、やっぱりこのコッパーダイヤルとストラップのブラウンカラー、この同系色の相性が異常にいいからだと思うんですよね。トーントーンのお手本みたいな組み合わせです。で、そこにムーンフェイズですよ。このブルーがいい具合に差し色になっていて、全体がキュッと引き締まってますね。もうめちゃめちゃおしゃれだと思います。はい。それで公式の動画を見たんですけど、モデルさんがオフホワイトというかグレージュというか、そういうニュアンスカラーの服に合わせていて、それがまためちゃくちゃかっこいいんですよ。勝手なイメージですけど、例えるならブルネロ口練り的なね。私こういう色使い好きなんですよ。上品で落ち着いていて、そんな大人のファッションの袖口にこの時計があったらもう悶絶ものですね。それでこのモデルで一番注目したのは、もちろんダイヤルなんですけど、色もさることながらこの質感なんですよ。これ最近のジャガールクルトの新作でよく見かけるグレーン仕上げによるもので、表面がわずかにザラッとしていて、見る角度や光の強さによって表情が微妙に変化して、すごく奥行きのある複雑な輝きを見せてくれますよね。派手さはありませんが、上品な光沢感が特徴ですね。変な話、マスターウルトラスリムムーンってもうちょっとダイヤルに凝縮感が欲しいなと思っていて、なんとなくこう間延びしているというか、言葉を選ばずに言うとのっぺりしているように感じるんですよね。ってところにこのダイヤルが来たんで、これはですね、なかなかの量アップデートになっていると思います。あとですね、マスターウルトラスリムデイトにも同じコッパーカラーダイヤルが採用されたモデルが出まして、よりシンプルなものが好みな方にはこちらの方がおすすめです。一応スペックはこんな感じです。ちなみに私はジャガールクルトの中だとマスターウルトラスリムムーンは過去に本気で買おうかと悩んだほどのお気に入りモデルなので、断然ムーン推しですね。もちろん価格差はあるんですけど、30万円ぐらいなんで、いや30万円って普通に考えたら大金ですよ。いやでもこういう時ってなんか金銭価格おかしくなるじゃないですか。元の金額が大きいもんだから、割合で考えると2割増しぐらいなんで、あれそんなに変わらないなみたいなねなのでこのくらいの価格差だったら思い切ってムーンに行っちゃった方がいいかと思いますね。はい。で、まあそんな感じで今回はジャガールクルトの新作について熱く語ってしまいましたが、話は変わるんですけど、ジャガールクルトといえばもう一つ、看板モデルのレベルゾ。これもですね、少し前に新作が出てるんですが、それはちょっとまた別の動画でじっくり紹介したいと思います。特にサイズ展開が面白いことになっていて、他のモデルと比較しながらいろいろ話したいので、そんなところで今回はここで失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、あったかくして寝ろよ。いやー、サブレが全然足りないんですよ。とりあえずタツベ厳選しようと思っていたところ、ナックラーとかさ、バケッチャとかも厳選しなくちゃいけなくて、もう大変。ポケスリの話でしたわいや、アンバー渓谷が実装されて新登場のポケモンが出たと思ったら、今度はミカルゲでしょ。サブレ枯渇気味ですわ。まあミカルゲは多分16ゲージなんでね、一旦スルーしようかと思ってるんですが、いや多分ほとんどの人に通じてねえんだわでもね、睡眠の計測は大切ですから、おそらくこのチャンネルの動画を見ている方はスマートウォッチを使ってないんじゃないかと思っているので、ぜひポケスリで睡眠計測してみてはいかがでしょうか。はい、以上です。